自分の中での勝つ時の展開って有利を取ってる時に結構勝てるじゃん。今の試合の中でラス側が有利に行く選択肢って結構潰されなかったそうとか横移動されたりしちゃったでしょ、はい、これがラスの一番の弱点なの。今の試合で何がなんか苦しかったかなっていうと、適度に右横移動されるのと、ちっちゃい技で全部自分の前進を止められてたのよ。ってなった時にラスが次にやんなきゃいけないことっていうのは、めっちゃ太い暴れをしたり、何か手を出して解決しなきゃ勝てないっていうシーンがすごい多かったはずなの。じゃあラース側でタクに行くにはどうすればいいと思う？これが結構大事で、例えばなんだけどラースの技って右にかなり弱いじゃん。その後どうする？ホーミングになっちゃうでしょ。でこれをすると良くないの。実はガードされちゃう。横移動しててもガードができるのは分かるでしょ、はい、ってことはなんだけど、ホーミングを打つ時っていうのは超安定行動の時以外は基本的にはいらないの。じゃあどういう時に今の行動の後にどんな選択肢があるか、ちょっとどんどんやってみよう。要は相手がフレームで潰してくるんだったら、こっちもフレームで潰す読み合いをきっちりするだけでいいの、はい、そのポイントとして、もちろんこれっていうのは楽で一番楽な安定行動なの。でもこれってガードされたら攻め終わんない？終わります。終わっちゃうでしょ。だったらもっと攻めを継続しながらも立ち回れる方法をもっと考える、はい、例えばけどの後食らった後どうする？基本的には俺これを打つの。はい、なんでかっていうと、まあワンツー打ってみる。はい、ワンツー打ってきたらっていう読み合いがあるから。でもこれに対してとかトゥースマに対しては横移動してくるやつが多いから簡単なのよ。これが2択なの。今やってる2択っていうのは、例えばこれかスラッシュから2択でしょ、はい、じゃなくて読み合いの中での2択。例えばだけど、はい、ショートアッパー打ちました。じゃあワンツーって、じゃあ次どうする？ホーミング相手なるよね。角に行く。じゃあ次どうする？これには横移動するってなるから、こういけちゃうんだよね。これが要はマイナス1フレームなのにできるの、はい、すごい簡単なの。例えば逆ワンツー打ちました。今1個前の試合俺出し切り当てたじゃん、はい、ってことは次こっから最速で俺は打つのよ。これがそもそものラースの卓の通し方なの。純粋に例えばしゃがんでこれとしゃがんで何かとかの2択っていうのはもちろん強いんだけど、じゃなくてラースは常に読み合いをしてる中で卓をかけなきゃいけない。基本的にはしゃがみ中のペチペチとタチ途中の RPLP かタチ途中 LP が理想で、読み合いの中で相手が横移動してきそうだなってとこに基本的に俺が引っ掛けるのは奈落で、奈落も1個ポイントがあって、例えばなんだけどこれよくあるパターンのはずなの、はい、なるよね。もう一回いくよ。これどういうこと？伸ばしでこんぐらい、これ最速なんだけど、はい、これ伸ばし、これで卓にする。要は横移動に対してもゆっくり打ったり、はい、伸ばしたり待ったりしながら打つだけで読み合いは変わるので、こういうのに対して嫌がってくると全部当たり出す、はい、で手を出してこないんだったら有利からの読み合い。こっからとかも例えばだけど手を出してきそうだなと思ったら割れない連携だし、じゃあこれに対してなんか他に手出してこなそうだなと思ったらまたこれで2択にいける。本当に大事なことは最終的にはめっちゃスラッシュで黙らせなきゃいけないんだけど、そのスラッシュをジャブで打ち落としてきたり横行く相手にどうするか、それは伸ばしで打ったり、そもそも伸ばしで打つも何も走ってってしゃがめは2択になるする。で基本的なポイントとしては暴れない、はい、相手の技を食らった時は基本暴れない。逆に言うと自分の技をガードさせた後に暴れる。ほらこれがラースの暴れ方なの、はい、今タクかけに行こうとしたでしょっていうのがラース。さっきこの時に割れない連携って言ってたんだけど、今みたいに試合になっちゃうと結構有利フレームを取った後って手行きたくなっちゃうはずなの。これがラースの一番のポイント。例えばこれをガードさせた後とかこれは最速で打ったりする。全然ありだから、はい、これとかあり。これガードしました。どうする？自分は返すよね。割れない連携だから。だったらもっと美味しいのない？ 2RP でいいじゃん。これじゃダメ？だってガードされてもプラマイで美味しくない？はい、っていう考えができないとダメなんだよ。水面打って
水面蹴り、こっから例えばだけど自分がやりたいことっていうのは、まず足し途中 RP からの前行って構え、足し途中 RP からの後ろ行って構え、暴れてくるんだったら起煙で、暴れてこないんだったら水面からもう一回水面からペチペチ、でしょ。じゃあ他にもいい行動があるんだけど、わかる？暴れてくる相手には起煙でいいよね、もちろん、なんだけど起煙じゃなくてもいい方法ってない？横にちょっと歩いてみよう。水面の後とかにはるかに効率よくない？でしょ。それも効率もいいし、相手が今仮に暴れてるかどうかを判別するために横移動して様子を見たじゃん、様子を見ながらも相手が暴れてきました、スカーが取れます。もし相手が暴れてきてませんでしたってことは、相手も横移動したり後ろに下がったりしてるじゃんってことは、仕切り直しでイーブンなの。プラスフレームで攻めることが全てじゃないの。オンラインでいろんなキャラと対戦するときにも、まず大事なことは本命を相手に教える。まず理想としては、これとこれの2択なんて基本的には相手は立ってるはずなのよ。立ってるけど基本的にはこんなのって横移動したりとか、これとこれって考えたら要所でめっちゃ相手はしゃがみたいはずなんだけど、まずこれで相手が立ってるタイプかしゃがんでるタイプかを確認するので、しゃがんでくるタイプだなと思ったらスラッシュも当たるし、これも当たる。でしゃがんでこない相手だなと思ったら水面も当たるし、奈落も当たる。まずチェックするときはマイマイ両パンで、しゃがみのペチペチと足し途中 RPLP でしゃがみからのタクを確認する。例えばけどショートアッパー打った後に横移動とかをしてみて、相手が何してくるか確認する。自分が摩擦とかをガードさせた後にフリーフレームで相手が何をしてくるか確認するっていうのをやっとくと、その答えが試合中に絶対分かるようになってくる。OK、ここからやることは、今までやってたセットプレーだけで勝つんじゃなくて、もっともっと増やす。で相手の行動に対して正解を見つけよう、それだけ。はい、ありがとう。